閉めてみますね。この境目、音違い聞いてください。どうもヒラリー男爵です。今日はねデッドニングの話をさせてください。デッドニングって、吸音、静心、防音とかね、そういった言葉を指す、そういった言葉です。音の正体は振動なので、振動を抑える静心をすれば防音になる、それがねデッドニングの意味なのかな。でね、自分DIY で何台かやってきてます。それでねこのウィッシュは結構手間かけました。でねそういった効果とコツと、あと耐久性、この車ね新車で納車の日からすぐねシート全部外して作業をして、で終わったらねいとこに買ってもらって、で今ねいとこの名義の車です。それで10年とか10年ちょっとね経った車なので、今でもね効果あった耐久性あるみたいなところです。であれです、なるべくね映像で効果とか分かりやすいようにちょっと、やっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあね徐々に本題に入っていきます。まずね作業した場所、フロントドア、リアのクォーターパネル、それからテールゲートのあたり、あとねフロア、この床もね結構やっています。でねここのリアのドアはねそんなにやってないです。比較用に取っといたのもあるかな。でじゃあちょっとね比べてみます。トントンしますね。まず普通の場所でやった場所、あとねリアのクォーターパネル、もうこの辺で、ね、かなりがっちりやったので、なんかコンクリートっていうかね樹脂みたいな感じになっています。ベコンベコン。でねさすがにねフロアはなんとなく走ってわかるぐらいなんですけれどもね、こんな感じです。あとね重くなったのでドアの閉まり具合がね全然違います。閉めてみますね。もうほわんって感じでね、ちょっとね上の方がビビっちゃうのはご愛嬌なんですけれども、いい閉まり具合しています。気持ちいい。あとドアに関して言うとね、車内の圧力を抜く弁、それをね塞ぎました。ドア閉めた時って中の圧力ぶわっと高まるのでドア閉まりにくい。でそれをね圧力を抜くような弁がね、この辺だかこの辺だかにねついていたりするので、そこを塞いでいます。では続いてね、水をかけてみます。静かにするって効果ってね、静かな車って慣れちゃうので、違う部分、その水をかけて洗車の時に違いがわかる。これね大きいです。いつになってもいいよねって思えるポイントです。なのでねちょっとね水かけてみます。繰り返しになりますけれども、リアのドアはあんまりやってないです。それでリアのクォーターパネルとフロントのドアはやってあります。でこのね音の違いを、体感で感じていただけたら何よりです。じゃあお願いします。水遁水流弾の術。この境目、音違い聞いてください。ありがとう。こんな感じです。じゃあ続きましては、作業の時の話とか、コツとか、それからね、使った予算の話なんかをね、していきます。まず予算なんですけれども、すいません。ちょっとね、もう随分昔のことなんで、ほとんど覚えてないです。覚えてるのは、この車ね、70万円で、そのオーディオと、精神剤を買ったんですね。でそのうちの精神に使った材料が、多分ね、10万円以下です。下手したら5万円とかです。で、そうですね、1ヶ月かけて作業をしました。それでね、コツみたいなところ自分が覚えたのは、素人がやるんだったら、とにかく物量。めちゃくちゃ詰め込めるだけ詰め込むというね、結論に至りました。それは、あれです。その前に乗っていた、そのセルシオってね、静かと言われた車で、いろいろやったんですけれども、で、ばらしてみてね、コツとか勉強したんですけれども、一つはね、やっぱり物量でした。
この足元とかね、何センチあったかな、下手したら10センチぐらいあるようなね、この下のカーペットがね、引いてありました。でこういうところもね、もうとにかくびっちり。で、物量と隙間をね、とにかく埋めるというのがね、そのセルシオをばらして気づいた結論でした。で、そのセルシオね、ちょっとあれこれやったら、近くに救急車来てもね、窓開けなければ聞こえてこないぐらいのね、感覚でしたので、それはね、かなりちょっと特殊でした。使った材料としてはね、比較的安価なレジェトレックスというものとエプトシーラー、それからニードルフェルトをね、中心に、あとウレタンチップマットとか、あと鉛、あと何使ったかな。そういったね、感じのものをね、いっぱい使いました。特別高いね、そのオーディオ専門店とか、そのオートバックスで売ってるようなね、材料は使わずに、車以外のものをね、こう、組み合わせてなんかして静かに作りました。で、これをね、簡単にやろうって考えた場合も、やっぱりね、とにかく物量です。でね、一番簡単に効果を得られるのが、この、布団をラゲッジに詰め込む。で、これも重いものをいっぱい詰め込んだ方が効果が高いです。音は振動ですので、重いものは振動しにくい。で、低域ほどね、振動が強い。つまり重いものがあるとね、もうそれだけで、嫌な音がね、シャットアウトしやすくなります。で、あと簡単にやるんでしたらね、フロアマット。フロアマットを車乗り換えのたびに余っていく方ですとかでしたら、そうですね、4、5枚引いたら効果が体感できるような気がします。2枚とか3枚ですとね、そんなに効果違いはわからないかもしれないです。もっとですね、もう熱くっていう感じです。それからですね、ちょっとね、自分買っといて試したことはないんですけれども、このタイヤの、ホイールハウスの中に塗る防音スプレー、制振スプレーなのかなっていうのがね、1本、2000円ぐらいで売ってます。で、もうね、別に適当に吹いちゃっていいものだと思うんですね。で、それは、最近の車ね、この中が肝仕上げみたいにこうね、防音構造になっている車多いので、効果あるのかな、簡単安価効果あるっていうのがね、一応想像はできます。で、耐久性の話、とりあえずね、10年とか10年ちょっと経って、もう下の方も全然問題ない。多分少しははだかれてきてるんでしょうけれどもね。すいません。ちょっと今日は開けるのめんどくさいんで、これで許してください。全然あれなんで、耐久性ね、まだ問題ないと思います。それでね、あれです。ブチルというね、ものを多く使っているので、ブチルってね、熱に弱くてずれてきやすい。そういう性質あるんで、ちょっとはね、ずれてきたり浮いてきたりっていうのはね、あると思うんですよね。でもこれならね、もう全然いいかなと、自分は思います。これでね、じゃああとちょっと乗った時のね、感想を自分も久々なんで、ちょっとね、言っていきたいと思います。ということでね、今このウィッシュに乗っています。で、隣にはね、あれです。オーナーの子供のまほちゃん。いつものね、おなじみのちびっこ YouTuber です。がね、乗ってくれています。で、まほちゃんね、この車にずっと乗ってきたと思うんだけれども、ちょっとね、感想を聞かせてください。そうだね。どう？静か。静かだね。なんかさ、この車乗ってこれが普通だと思うのよ。基準としてね。で、他の乗るとさ、うるさいって思ったりしない？そうだね。なんかそういうもんだよね。これだけ乗ってて分かんないんだよね。慣れないやつみたいな。で、自分もね、久々乗ってみて思うのは、やっぱりね、この前にあるエンジン、この音とかさ、ゴーゴーザラザラした音とか、それから振動なんかね、これは、今のね、流行になってるハイブリッドと比べるとね、もうどうしようもない。これはしょうがないと思うのよ。古式。でも、ブオー、ザー、ゴーっていう音がさ、そう。騒音あんま気にならないから会話しやすいと思わない？静かだから会話がよく聞こえるね、これは。ねえ。なんかマスクしててもさ、普通に会話成立するし、今動画撮ってるから大きい声出してるけれども、寝ぼけたボソボソ声でも会話できちゃうよね。そうだね。ね、ほら、まほちゃん一応女の子じゃん。一応な。
一応ね、まあちょっとおしっこ臭いけどさ、またさ。おい。でさ、女の子ってさ、女の子ってまあなんか初めて乗るとね、うん。結構やっぱり声ちっちゃかったりするのよ。ああ。まあ緊張するじゃん。うん。気使うじゃん。それやっぱり男もさ、うん。さあ姫どうぞって乗ってもらってう、ん。最初やっぱりさ、お互い声ちっちゃくなりがちで、うん。車静かだとさ、うん。そこで会話成立するのよ。ああ、なるほど。うん。聞こえないとかないかうら、ん。気持ちよく話せて、うん。で、どうとか、あ、こうだよねって、うんうんって言ってるとさ、うん。女の子テンション上がってさ、うまあ、真帆ちゃんもそうだけど、ん。ブワーって喋り合って止まんなくなっちゃうわけじゃん。そうだね、たまにあるよ、そういうの。テンション上がると楽しいじゃん。そう。声大きくなるでしょ。うん。だから最初の5分が勝負。うんそこで静粛性は効果が出てくると。さらに、長い時間乗ってて、うんうるさい車疲れるって気しない？ああ、ノイローゼになりそうな音するよ、みたいな。でも音楽聴いてるからそんなことないかもあ、しれない。音楽聴くのそうか。あ、イヤホンつけてるもんね、車の中ね。うん。一時期はもう何もしてなくて暇すぎて酔ったことある。ああ、そうかそうか。暇すぎて。今大丈夫？今は大丈夫。おー音楽に集中できるから酔うことはなくなったかな。なるほどね。下向いたら当たり前に言うけど。まあちょっとね、静粛性の話から飛んじゃうけど、そうね。やっぱり、まあ音楽でも会話でも、何でも楽しければさ、言わないよね。で不快だと酔うよね。すんげえよ。うん。またこの前流れになりそうださ。じゃあここでさ、飛ばしたらさ、怖いとか、酔う酔うって、またいつものパターンになっちゃうけどね。死ぬよ、死ぬよ。死ぬよ。ってことで、じゃあすいません、これで失礼します。じゃあねー。オッケー、ハモった。動画は以上です。よろしければチャンネル登録等で応援していただけますと嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。